皆さんどうもこんにちは。今日はですね、マウンテンバイクの話をします。でも、マウンテンバイクの話とは言っても、初心者にフォーカスした内容になります。タイトルになる通りなんですけども、マウンテンバイクの選び方について今回お話ししていこうかなと思います。僕自身そんなマウンテンバイクめちゃくちゃ詳しいわけでもないし、プロみたいに上手いわけじゃないので、正直大変おこがましいと思うんですけども、マウンテンバイクの情報って世の中に全然なくて、誰かがやんなきゃなと思って、よし、やるかと思って動画を撮ってます。はい。こんな感じでマウンテンバイクの初心者ネタもね、ガンガン出していこうかなと思ってます。マウンテンバイクの人口が増えて、マウンテンバイク好きがもっとどんどん増えてくれたらいいななんて思って、私は動画を撮ってます。早速やってきます。はい。僕の YouTube チャンネルは、ロードバイク乗ってる人がすごく多いと思うので、ロードバイクのことも例で挙げつつもね、わかりやすく伝えられたなと思ってます。まずですね、マウンテンバイクの選び方なんですけども、2つを軸にね、考えた方がいいと思います。マウンテンバイクって言いましたけども、全てのものに対してですよね。ロード買うときもそうだし、パソコン買うときもそうだし、なんか物を買うとき全部そうだと思うけど、まずは予算。いくら持ってますか？これは肝ですね。そして、もう一個は目的ですね。そのバイクでどこを走りたいかっていうのは本当にマウンテンバイクは特に明確にした方がいいと思います。ダートなフィールドを細かく分けて、このシチュエーションにはこれ、このシチュエーションにはこれ、このシチュエーションにはこれって感じで、細かく細分化されてます。俺も難しいんですよ、すごい選ぶのが。どれがいいのかなっていつも迷っちゃうんですけどね。予算が10万から20万までであれば、ハードテールっていうジャンルのバイクを買うといいと思います。てか、それぐらいしか選択肢がないと思います。予算が30万以上あるんであれば、個人的にはフルサス選んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい。予算的にフルサスで10万円台多分ほぼないと思う。20万ならワンチャンあるかもしれないけども、基本フルサスでも30万オーバーするような結構いいやつばっかなので、まず予算でもうスパッとここはもう切り分けちゃっていいと思います。ロードバイクで例えるならエンデランス、軽量、エアロという感じでだいたい3つに分かれると思うけど、最近はね、エアロで軽量みたいなのもたくさん増えてるけど、大きく分けて3つですよね。その3つも低価格帯のものでも高価格帯のものでも基本的には走れますよっていう感じのものが多いと思います。10万円のロードバイクでも100万のロードバイクでも一応ジャンル的にはエンデランスですみたいな感じにはなると思うんですが、マウンテンバイクはなかなかそうはいかないです。フルサスであればもう20万30万以上、ハードテールであれば安いやつで5万、高くても20万ぐらいなんじゃないかなって感じになります。予算で絞ったらそこから予算内の中で自分にぴったりなバイクを探すという風に考えるといいと思います。今回の場合は初めての方もたくさんいると思うので、ハードテールのマウンテンバイクをね、選んでいこうかなと思います。細かく言うとね、リジットとかも、フルジットとかもあるんですけども、ハードテールバイクっていうのはこういうやつですね。はい。これはマウンテンバイクの中でもちょっと特殊なタイプですけども、一応ジャンル的にはギリギリマウンテンバイクなのかなと思います。前にサスペンションがついてて、後ろはサスがついてなくて、アルミにできててめちゃくちゃ頑丈。全然ぶっ壊れませんというような感じです。通勤通学なんかで使いたいっていうんだったら、多分こっちの方がいいと思います。フルサスよりも基本的には軽い傾向にあるので、結構ガシガシ使う人にはいいと思います。キャンプライドとかしたい人なんかは、こういうハードテールのバイクはいいと思います。5万円台のマウンテンバイクと15万、20万のマウンテンバイクの違いっていうのは作り的にはそんなに変わんないと思います。ただ、快適に、そして楽に走ることのできるフィールドが5万円のマウンテンバイクと15万、20万のマウンテンバイクではちょっと変わってくると思います。本当に今回はシンプルに言っちゃうけど、個人的には5万円ぐらいのマウンテンバイクは通勤通学はめちゃくちゃ快適だと思います。雨の日でもめちゃくちゃ止まるブレーキ、タイヤも滑りにくい。一応サスペンションもついてるので、ちょっとしたこの段差なんかも全然へっちゃらですよって感じ。対して15万、20万のバイクになると、オフロードに乗るにあたって便利なパーツがたくさんついてるパターンが多いです。例えば、前のサスペンションの動く量が大きいとか、ガレガレがあったとしても衝撃をね、いなしてくれるとか、タイヤのゴツゴツが結構ちゃんとしてて、しっかりと荒れた道でもグリップするようなタイヤがついてるとか、ブレーキも機械式じゃなくて油圧のブレーキがついてるからよく止まりますよとか、こうシートポストがね、ビューンってね、動くような、いわゆるドロッパーシートポストがついてるとか、こういうのがついてると、オフロードとかトレイルとか行った時に走りやすくなるんですよ。早く走れる。安全に走れるっていう感じで、快適に走ることのできる幅がね、広くなります。ってな感じでですね、初めての方っていうのは、とりあえずそんな感じで自分のその予算と目的をちゃんと把握した上でチョイスするのが一番いいかなと思います。
で、今度、一応フルサスに関しても軽く触れておきます。僕もね、全然初心者なんであんまり偉そうなこと言えないんですけども、いや、自分フルサス欲しいんです。何選べばいいですかって方も結構いると思うんですが、フルサスに関しては、ハードテール以上に選べる幅が多いです。すげえ大変です。僕もね、正直もうわからん。多すぎて。ざっくりと言うならば、クロスカントリーレースに出るためのめちゃくちゃ軽いマウンテンバイク。対してダウンヒルするためだけに作られたマウンテンバイク。いわゆるダウンヒルバイクですね。この2つがピンとキーだと思います。はい。で、その間にいろいろなマウンテンバイクがあるわけですね。黒缶もいいとこも取りつつ、ダウンヒルもいいとこ取りつつみたいな感じで、両方いいとこ取りみたいのが、いわゆるオールマウンテンとかトレイルバイクとか、そういった立ち位置だと思います。で、さらにそこの間にちょっとね、黒缶寄りのトレイルバイクとか、ダウンヒル寄りのトレイルバイクとかあったりとか、よりダウンヒルに寄っているマウンテンバイクがエンデューロ系だったりとか、結構ですね、ジャンルがたくさんあるんですよ。ピンとキリと真ん中のだけ頭に入れといて、で、自分が走るフィールドはどの辺かなっていうので選ぶ方がいいと思います。ダウンヒル特化だとちょっと困るんですって方は、エンデューロバイクを選んでもいいと思います。下り7割、トレイルライド、上り3割とかであれば、ダウンヒルバイクよりのマウンテンバイクを買えばいいと思うし、逆にちょっと軽さ重視で、もうガンガン登るんです僕みたいな。っていう方は、やっぱ軽さ重視の黒缶よりのトレイルバイク買うとか、そういった感じで見極めるといいんじゃないかなと思います。で、僕の場合は、スペシャライズのリーボってやつを買ったんですけども、このスペシャライズのリーボっていうのは EMTB なんで、ベースはスペシャライズドのスタンプジャンパーってやつです。おそらく中心よりもちょっと下り寄りなのかな。一応フルサスで登れるっちゃ登れるけど、下りもそつなく行けますよっていうバイクが僕のバイク。で、それに E バイク要素をつけたんで、上りに関しては超絶速いよ。下りもそこそこ結構いけますよっていう感じで、全ジャンル70点、80点取れる系のバイクが僕のバイクだと、僕は勝手に自己分析しちゃってますけども、アドバイスを言うと、自分がまだ何がしたいとかがはっきりと定まってないけど、とりあえずフルサス買おうかなみたいな。って思ってる方は、どんなジャンルでもそつなくこなすことのできるトレイル系のバイクがいいと思います。どっちかを買っちゃうと、マウンテンバイクに関しては、それ以外のことができなくなっちゃうんですよ。極端なやつを選んじゃうと、それしか楽しめなくなるので、自分はそれが大好きってはっきり分かってんだったら、そっち行くべきだと思うけど、ほわほわしてる人は、とりあえず何でもそつなくこなせるやつを買った方がいいと思います。はい。ってな感じですね。ちょっとざっくりではあるんですけども、今回ちょっとマウンテンバイクの選び方、軽く紹介しました。この動画はちゃんとね、続き用意するので、ご安心ください。この後は、ハードテールとフルサスどっち選べばいいのっていう方のための動画も出します。あと、10万とか15万、20万とか、このバイクが結構いいんじゃないかな、手に入れやすそうだしっていう動画もね、出していこうかなと思いますので、続きがね、気になる方は見てみてください。どうしてもこのマウンテンバイクの話とかってマジで時間足りないから、俺とかこのレベルの浅はかな知識で、こんだけ喋れてるから、本当に詳しい人なんかマジもう無限に話せるんですよ。企画がマジアホみたいにあるので、すっげえ大変なんですけど、そこはまた奥が深くて楽しいところではあるんですけどね。今回の話に関しては、そんな感じで終わりたいと思います。とりあえず最後にまとめると、予算。これまず決めてください。30万以上あんだったら多分フルサスいっちゃった方がいいと思います、僕は。いいフルサスいっぱいあるんで。20万ギリ出せるとか、10万とか15万なんですよねっていう方は、ハードテールいっちゃってください。僕もハードテールずっと乗ってたし、泣く泣く手放したけども、フルリジットも持ってたんで、その2つの魅力も自分の中である程度は分かってるつもりなので、どこまで自分はこのバイクで遊びたいのか、乗りたいのかっていうのを見極めて予算を組んでバイクを買うのがいいんじゃないかなと思います。はい。という感じで今回の動画は以上です。続き頑張って作ります。ご視聴ありがとうございました。もしもね、参考になったりという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。